こんにちは、ミッキーです。東京でも屈指のものづくりの街として有名な蔵前。歴史や伝統を受け継ぎながら現代風に生まれ変わっていく街の特性を踏まえ、最近では東京のブルックリンと呼ばれるようになってきました。今回のカフェ特集では、ブルックリン同様、手作りと職人気質が根付く街だからこそのカフェ業態をご紹介しつつ、東京下町エリアならではのイノベーション空間など、街自体の魅力を存分にお伝えしたいと思います。動画を確認しながらその魅力を感じていただけるともちろん嬉しいですが、ぜひ実際に足を運んでいただいて、本物のものづくりの魅力に触れてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、まずはじめにご紹介しますのは2022年10月にオープンした東京タロット美術館のミュージアムカフェ太郎さんでございます。東京タロット美術館はタロットを通じて自己と対話する日本初のタロット美術館として2021年11月に誕生しました。東京タロット美術館が自己との対話をテーマとしているのに対し、こちらのカフェ太郎さんでは他者との対話をテーマとしているようです。ちなみにフランス語でタロットを太郎と読むことが店名カフェ太郎の由来だということでございました。対話とは価値観の異なる人が向き合い、思考の流れを大切にしながら共に新たなものを創造していくプロセスのこと。そんな対話を大切にしながら、こちらのカフェ太郎さんでは人が出会い、語らい、自分自身の物語を紡いでいくような空間を目指しているということでございます。店内の空間はタロット好きな方々はもちろんのこと、アート好きも楽しめるような空間になっておりまして、運命の輪をモチーフとした大理石モザイクの展示なんかもございました。また空間には様々な幸運のオブジェが存在しまして、四つ葉のクローバーやタロットモチーフの模様が至るところにありますので、ぜひ確認していただいて写真等にも収めてほしいなと思います。そして店内ではもちろんタロットカードを楽しむことができますので、ぜひお友達や恋人と訪れた際には手に取ってお楽しみいただければと思います。そして今映していますのがフードメニューでございまして、こちらのお店では地球と体に優しいプラントベース、つまり植物性由来のお食事やスイーツが用意されておりまして、健康食のいただけるお店としてもとてもおすすめになっています。特にマフィンに関しましては全て米粉でできていまして、種類も豊富でございますので、ぜひコーヒー等のドリンクと合わせて楽しんでほしいなと思います。またフードメニューとしましては、今回はオープンサンドプレートというものをいただいたんですけども、ランチとしてもボリューミーなものをいただくことができるところも特徴的でございます。そして今映しておりますのがタロットモチーフのオリジナルコースターでございまして、全部で22種類ございます。こちらメニューを注文した際にいただくことができまして、このタイミングで私が引いたカードはザ・エンペラーというものでございました。MBTI という最近流行っているような個人の性格診断でも私主人公型の ENFJ でございましたので、割とこのザ・エンペラーというタロットに関しても書いてあることが近くてちょっとびっくりしました。さて今映しておりますのはこの日にいただきましたオープンサンドプレート。オープンサンドにサラダやデリがついていまして、とてもヘルシーにいただくことができるのがとても特徴的ですし、盛り付けも含めてとてもアーティスティックでございますので、見た目からも楽しめるようなそんなメニューでございました。コーヒーに関しましては、香港にあるアンモナイトコーヒーマーケットさんの自家焙煎コーヒーをいただくことができますので、そちらも注目でございます。続いてご紹介しますのは2022年7月に蔵前に移転しまして、和漢カフェいちじくという名前でオープンしたカフェでございます。もともとは和漢デリいちじくという名前で東日本橋で営業されていたということでございますけれども、名前も変えて心機一転、カフェの激戦区こちらの蔵前で営業を始めたということでございました。お店の特徴は女性薬剤師さんが作る体に優しい薬膳カレーと日本茶、
薬膳茶でございます。食を通じて健康を作るお手伝いをしたい。そんな思いで提供されるメニューはどれもとても魅力的。特にお店の看板メニューは厳選したスパイスで作るグルテンフリーの薬膳カレーでございまして、そちらの味は間違いないかなと思います。またカレー自体はもちろんなんですけども、薬膳タコライスや今映していますような焼き菓子も注目でございますので、ぜひこだわりのドリンクと合わせて試していただきたいです。また先ほど申し上げました通り、日本茶や薬膳茶がおすすめな一方で、コーヒーにもこだわりがあるお店なのも大きな魅力。今映しております通り、コーヒー豆の購入も可能でございまして、こちらは入谷の自家焙煎コーヒー店、松崎コーヒー研究所さんから仕入れたスペシャリティコーヒーになっています。こちらの和漢カフェいちじくへのリニューアルに伴い、松崎コーヒーさんのコラボも一つの魅力になっておりまして、コーヒー豆の種類も基本となるブレンドコーヒーだけではなくて、産地別、農園別のシングルオリジンの豆やデカフェの用意もございました。またお店の取り組みとして先進的なのはエアレジオーダーの活用。席にある QR コードを読み取って注文できますので、注文からフードやドリンクの提供までがとてもスムーズでございます。そして今映しております通り、メニューは一つ一つこだわりが詰まっておりまして、メニュー表を眺めながらそのこだわりだったりとか、あとは健康な理由なんかも書かれていますので、確認していただいて吟味していただいた上で、先ほど申し上げましたエアレジオーダーで注文していただくのがとてもいいかなと思います。で、今回はランチ時に訪れたんですけども、ランチメニュー以外にもこういったスイーツも結構充実していますので、カフェタイムにもぜひご活用いただきたいなと思います。ちなみに月曜日から木曜日までは12時から6時までの営業でございまして、金曜日と土曜日は11時から19時までの営業、そして日曜日は11時から18時までの営業になっています。今の季節ですとホットドリンク以外にもアイスドリンクも試したいかなと思うんですけども、そういったアイスドリンクの提供もございますので、ぜひ幅広いメニューの中から注文してほしいです。ちなみにこの日はこの中からアイスチャイをいただいたんですけども、あとはトマトジュースとかフルーツジュースなんかもありますので、コーヒーや紅茶などカフェインを控えたい方にもお勧めできるかなと思います。そしてこの日いただきましたのはこちらの薬膳料理キーマカレーライスでございます。見た目的には少ないように感じるかもしれないんですけれども、このカレー自体は高さもありますので、実際にいただいてみますと割と満足感たっぷりいただくことができるのもとてもおすすめかなと思います。また薬膳料理ということもありまして、とても健康的にいただくこともできますし、ヘルシーな組み合わせになっていますので、そういったところもとても嬉しいポイントですよね。せっかくカレーをいただいたので合わせてチャイをいただいたんですけども、もちろんコーヒーとの組み合わせもおすすめでございますので、ぜひ皆さんのお好みの組み合わせを試してほしいです。さて、ここからはものづくりの街蔵前の魅力にさらに踏み込んでいきたいと思います。こちらはオリジナルレザーグッズのブランドヌメリとオリジナルベイクブランドのカメラベイクのお店でございます。カメラという店名の由来はラテン語で小さい部屋、様々な目的の人々が行き来のある部屋のような場所を大切にしたいという思いで名付けられました。こちらのお店ではバッグや革小物などハンドメイドにこだわった商品を探したり、毎日手作りの焼き菓子にコーヒーやスムージーでくつろいだり、各々の過ごし方ができる素敵な空間になっています。レザーグッズブランドでありますヌメリはイタリア語で数を意味する言葉。今映していますようにたくさんのグッズがございまして、ヌメリのグッズがラッキーアイテムのナンバー、お気に入りのナンバー、毎日に欠かせないナンバーとして存在できたらなという思いが込められています。国産の天然比較、ハンドメイドにこだわり、東京下町の工房で職人が丁寧に一つ一つ手作りしていますので、そのこだわりの製品をぜひプレゼントなどでもお試しいただきたいです。そして今映しています通り、注目の焼き菓子ブランドでございますカメラベイクもおすすめでございます。飾り気はないけれども、どこか懐かしく心に優しい馴染みのある焼き菓子がメニューの中心だということでございます。国内産の小麦粉、バター、きび砂糖を使った生地のコシとコクのある味わいを小さいお子さんから大人まで誰もが楽しめるお菓子を目指して提供してくれています。また今映していましたようなレモネードも注目でございます。さらに焼き菓子以外にもフードメニューも結構充実していまして、今回はスパムおにぎりのセットいただいたんですけども、チーズトーストもおすすめでございますので、ぜひランチ時にも訪れてほしいなと思います。さて、こちらが今申し上げましたスパムおにぎりプレートでございます。
このセットはスパムおにぎりに2種類のデリがつきまして、さらにスープもつくヘルシーかつ贅沢なセットでございます。セットドリンクはプラス200円でいただくことができまして、こちらもお得でございますので、ぜひ合わせてみてください。次回訪れた際には焼き箸も試したくなるような、そんなお店でございました。続いてご紹介しますのは、ダンデライオンチョコレートファクトリー&カフェ蔵前というところでございます。こちら2010年にサンフランシスコで創業したダンデライオンチョコレートの海外1号店でございます。この日は平日の昼間に訪れていまして、とても空いているような印象を持つかと思うんですけれども、土日はとても混んでおりまして、先ほど入り口で映していました公園のあたりまでずらーっと行列が並びますので、もし時間を調整できる方に関しましては、晴れた日の平日の昼間に訪れるのがとてもおすすめでございます。ダンデライオンチョコレートはシングルオリジンのカカオ豆の買い付けから、選別、ロースティング、マサイ、テンパリング、成形、包装まで全て自分たちの手で行い、チョコレートを作っているビーントゥーバーの思想を大切にしたお店でございます。ここ蔵前の店舗は1階は今映しております通りチョコレートファクトリーとスタンドになっていまして、後で映しますけれども、2階はカフェとワークショップスペースを併設したファクトリーになっています。また建築の造形美としてもとても素敵な空間になっていますので、そのあたりもぜひ注目していただいて写真等に収めてほしいなと思います。さらに今映しています通りチョコレートのパッケージもとてもおしゃれで素敵になっていますので、ぜひ東京のお土産等で参考にされたい方に関しましてはこちらで買っていただくというのもとてもおすすめかなと思います。ちょっと季節的にはずれてしまうんですけれども、例えばバレンタインデーとかホワイトデーの贈り物としてもおすすめできるかなと思いますし、またこちらもずれてしまってるんですけども、父の日や母の日にもおすすめだったかなと感じています。なのでこれからのタイミングですとクリスマスプレゼントですとか誕生日のプレゼントにもおすすめできるかなと思いますので、ぜひ確認していただいて訪れた際には気になるメニューをチェックしてほしいなと思います。1階では製造工程を間近に見ることもできますので、そういった過程を見るだけでも楽しめるような空間ですよね。そしてこちらが2階の様子になっていまして、席の数は比較的多いかなと思います。広々とスペースを取っていますので、個人的にはスターバックスの店舗などは隣の席との距離が近くてなかなか落ち着いて過ごすことができないなという方も多いかと思うんですけども、こちらはとてもゆったりしてますので、その辺もおすすめかなと思います。でチョコレートという名前だからこそスイーツ系が注目かなとも思うんですけども、ダンデライオンチョコレートさんはドリンクに関しましても注目でございます。すべて世界各地の農園から仕入れたカカオ豆で作ったシングルオリジンのチョコレートを使用しておりまして、雑味のないカカオ本来の味わいを存分に味わえるようなメニューになっています。チョコレートドリンクもおすすめでございますけれども、コーヒーも本格派でございます。コーヒーはシドニー初の自家焙煎コーヒー店シングル O のコーヒー豆を使っているということでございまして、シングル O 浜町というお店を私の日本橋編の動画でもご紹介していますので、気になる方はそちらも注目してほしいです。またこちらで提供されているメニューに関しましては、オーダーをするカウンターでもこんな形で展示されていまして、見た目からも美しい様子を眺めながら注文前からワクワクできるようなスペースになっていますので、この辺りもぜひ注目してほしいです。その中でこの日いただきましたのは蔵前限定の蔵前ホットチョコレートとスモアというものでございます。スモアは今左手の前に映していますメニューでございます。蔵前ホットチョコレートというものに関しましては、中村ティーライフストアの静岡県産無農薬有機栽培のほうじ茶で香り付けしたドリンクでございまして、今映していますようにアイスでもいただくことができます。そして個人的にもずっと気になっていましたスモアがこちらになっていまして、スパイシーなサブレ生地の上にチョコレートを流し込んだ大きなマシュマロを乗せまして、岩塩をトッピングした一品になっています。キャンプファイヤーでマシュマロを炙るように注文ごとにバーナーで炙り出来たてを提供したいという思いからこの独特な形にたどり着いたということでございます。このマシュマロに関しましても自家製で作られる絶品になっていますので、ぜひ訪れた際には一つでもいいのでお試しいただきたいと思います。ちなみに先ほど映像でも映していましたけれども、タイミングが合えば1回でもこのスモアを作っている様子を眺めることができますので、その辺も注目かなというところです。さ
て、続いてご紹介しますのも、ものづくりの街、蔵前としての魅力があふれるお店になっています。こちらは2021年3月にオープンした工房とカフェ併設の革専門店、エティアム蔵前さんでございます。早速お店に入っていただきますと、たくさんの魅力的な革製品がお出迎えしてくれるんですけども、こちらでは上質な素材と職人の手仕事が織りなすバッグや小物を提供するブランド、エティアムのフラッグシップストアとしてオープンしたお店でございます。2020年に誕生した東京初のバッグブランドとして注目の店舗でもございますので、もしバッグを探されている方、革製品を探されている方は確認していただいて、気に入ったものがあれば購入もしてほしいなと思います。店内ではこだわりのバッグの販売はもちろんのこと、1階の工房ではガラス越しにこだわりのバッグの製作の様子を確認することもできますので、その辺も注目でございます。さらに1階と2階では商品のラインナップも異なってきますので、カフェ利用の際にもぜひじっくり眺めてみてほしいなと思います。また2階3階のカフェスペースではハンドドリップのコーヒーと季節の食材を使用した手作りスイーツを楽しむことができるのも大きな魅力になっています。またテラス席もありますので、天気の良い日にはそちらも抜群になっています。ちなみに店内には海外から仕入れたアンティーク家具の座席もありまして、一部は販売もされているということでございますので、そういったところも注目すべきポイントなのかなと思いました。カフェとしての魅力をご紹介しますと、コーヒーはホットもアイスも両方丁寧にハンドドリップで抽出してくれまして、季節ごとに豆も複数種類用意してくれているということでございますので、この日もエティアムブレンドとブラジルの豆から選ぶことができました。さらに先ほどご紹介しましたダンデライオンチョコレートさんのチョコを使用したカフェモカの提供があったりとか、ミルクをオーツミルクに変更できたりとか、細やかなこだわりがさすが職人のお店だなと感じることができました。そしてスイーツも素材にこだわった手作りの数々でございまして、バナナのパウンドケーキをはじめ、同じくダンデライオンチョコレートのチョコを使ったチョコレートケーキなどもおすすめでございます。その中、特におすすめなのは今回いただきましたチーズケーキでございます。とてもクリーミーなチーズが絶品なチーズケーキになっていまして、こんな形でフォークを入れていただきますと、そのクリーミーな様子を十分に感じることができるかなと思います。またこちらのチーズケーキにかかっていますジャムなんですけれども、こちらは季節ごとに変化するということでございますので、もしかすると皆さんが訪れたタイミングにはまた違ったジャムが提供されていまして、その季節ならではの魅力にも触れることができるかなと思います。さらにコーヒーのカップの下に敷かれていますコースターに関しましても革製品になっていますので、こういったところも含めてとても職人の街らしさを感じられるような素敵なお店だったなと感じました。ぜひ革製品と合わせてカフェも楽しんでみてください。そして最後にご紹介しますのはハモレビさんでございます。カフェの激戦区蔵前浅草橋エリアにあります古民家カフェになっていまして、この重厚な感じを早速感じることができるかなと思います。築70年の酒屋をリノベーションした空間になっていまして、都会の近代的な印象とはまた違ったタイムスリップしたような雰囲気が最高でございます。カフェスペースは今映しておりますような入り口入ってすぐの土間にありまして、土間奥にはキッチンと注文スペースがございます。私もリノベーションカフェ特集というものを以前にしておりまして、たくさんのリノベーションカフェを見てきたんですけれども、土間を利用しているお店は珍しいなと感じました。ちなみに店主の山口さんは雑誌や広告などでも活躍するデザイナー、アートディレクターでございまして、こちらの物件を一目見て気に入ったということでございました。元々の建物を生かしつつ空間を作り上げ、店内の椅子やテーブルまでもオリジナルで作ったということでございます。また、ものづくりの街、蔵前浅草橋エリアならではの取り組みとしまして、組子細工のアイテムも販売されております。この均一の設計ながらも和を感じられるようなとても素敵なアートになっていますので、ぜひこのあたりも注目してほしいです。
もともとは店主さんの親戚が欄間と呼ばれます和室などに見られる部材を作る仕事を辞める際に伝統を絶やさないために作り始めたのがこちらの組子細工を作り始めたきっかけだということでございます。ちなみに後で移しますけれども、この日に提供いただいた際のコースターとしても活用されていました。そしてこの日いただきましたのはハンドドリップになっているんですけども、今映していました通りコーヒーも非常に豊富に用意されているところが注目でございます。この日はインド、グアテマラ、マンデリン、コロンビア、ケニア、コスタリカ、ネパール、エチオピアととてもたくさんの種類が提供されていました。いずれも各地から仕入れた上で自家焙煎したこだわりの数々になっています。コーヒー以外にも国内では 0.8% しか流通していない江戸蜂蜜を使ったドリンクも人気だということでございますし、今映しています通り今回いただきましたフムスサンドというメニューも注目になっています。フムスと言いますのは中東でよく食べられていますひよこ豆と練りごまのペーストでございまして、そちらを挟んだサンドイッチになっています。以上、今回は蔵前から2023年最新レポートと題しましてお店を6選ご紹介させていただきました。カメラさんやエティアムさんなど革製品を販売されているお店なんかもご紹介しましたので、まさに蔵前が職人の街と言われる理由を感じることができたかなと思います。さらにダンデライオンチョコレートさんですとか、最後にご紹介しましたハモレビさんなんかもリノベーションカフェとしてとても魅力あふれる空間になっていましたので、そういったところも東京のブルックリンと言われる蔵前の魅力になっているのかなと思います。個人的にもまだまだ紹介したい蔵前カフェたくさんありまして、そちらに関しましてはまた別途撮影した上でご紹介しようと思ってますので、次回以降の動画もぜひチャンネル登録をして楽しみにしていただければと思います。以上ミッキーでした。ありがとうございました。